こんにちは。戦車を作ろうにもキャタピラがない、そんな風に思ったことはありませんか？私、気づいちゃったんですよね。これ、なんか似てません？そんなわけで、作ってみましょうか。とりあえず、片側を試作してみます。今回は合成が欲しいので、3D プリンターパーツの他に、アルミ角パイプを使用します。それで、スプロケットの設計はよく知らないんですけど、試行回数でなんとかします。なんとかなったのでチェーンを巻きつけましょう。ジョイントパーツの分も考慮すると、ここでカットするのが良さそうですね。チェーンカッターはレジ送りの力でピンを押し出す仕組みのようです。無事に切れたのでつなぎます。ちなみにこの部分が左右に動いてテンションをかけられるようになっています。では動作させてみましょうか。良さそうですね。そういえばモーターとスプロケットの固定はクランピングという方法です。軸加工なしに比較的強固に固定できるのが魅力ですね。軸を傷つけないのもポイント高いです。ミラーのパーツとくっつけます。モーターが少し心もとなかったので大きいやつに換装しました。これで走らせてみましょうか。前進、後退、旋回ともに問題なさそうですね。と思いきや実はモーターが接地してしまっています。重すぎるんですね。反対側にバッテリーを乗せればなんとかなるかな。設置問題は一旦置いといて先に配線を作りましょうか。これがこうなります。で、つなぐ回路は単純なものです。ラジコン操作なので ESP32 くんの出番ですね。で、車体にバッテリー置き場と回路台を取り付けます。それでさっき作った回路やら配線やらバッテリーやらを乗せたら完成。何これ？もう少し配線を考えて設計するべきですね。まあ動けば OK なので。それでは実装させましょう。せっかくのキャタピラなのでちょっと障害物でも乗り越えさせてみましょうか。とりあえず指でも置いてみます。これくらいなら大丈夫そうですね。ただ同じくらいの高さのブレッドボードは乗り越えられたり乗り越えられなかったりします。ブレッドボードの面がツルツルなのが原因でしょうか。まあキャタピラ用の部品ではないってことですね。これで動画はおしまいです。チェーンの可能性を伝えられたでしょうか。改良案を思いついたらまた動画にするかもしれません。見てくれてありがとう。またね。